こんにちは、モナコのもう一品クッキングです。今日はね、かぼちゃを使ってね、発酵かぼちゃを作りたいと思います。発酵あんこのあんな感じでね、麹で発酵させて甘さを出したいと思います。お砂糖を使わないでね、デザート風にいただきたいと思います。お願いします。砂糖を使わないのでね、体にはいいかなと思いますね。それで4分の1のかぼちゃを、小さく切って茹でますよ。種を取ってかぼちゃをよいしょ。砂糖を使わないのでね、ダイエットとかしてる人にもいいと思いますね。皮はちょっとだけ取りましょう。これを煮ていきたいと思います。柔らかくなるまで煮ますので、ちょっとお待ちくださいね。はい。ね、もう15分くらい経ちました。それでね、ちょっとやばくなったみたいなので、もういいかなと思って。ね。それでですね、今度はね、ざるにあげてですね、ざるにあげてちょっと分けますね。かぼちゃと汁を分けます。はい。電子ジャーでね、発酵させるので、かぼちゃを電くらいほどありました。測ったらね、これをね、潰したいんですよ。潰しましょう。よいしょ。ね、発酵あんこのかぼちゃバージョンです。あ、見えない。中がどうしてかね。こんな。ちょっと潰しますね。よいしょ。かぼちゃをはい、こんな風に潰しました。そしたらね、ちょっと温度計でね、測りましょう。60度ぐらいにしますよ。60度以上にしたらね、発酵しなくなるので、菌がね、死んでしまうのでね。69度、70。これをちょっと冷ましますよ。冷まして、潰しながら冷ましますね。そして60度になったら、麹を入れます。これ 160g 余っていたんですから、これ全部入れようかなと思います。かぼちゃが 380g ほどあったのでね、
半分くらいの量ですね。これもしご飯だったらね、甘酒できますよね。これかぼちゃの代わりにご飯だったらね。とにかく甘くね、お砂糖を使わないで甘くしてね、デザートにしたいと思います。かぼちゃもね、体にいいし、麹も体にいいから57、58、あ、これぐらいでいいかな。60度、それでは60度ほどになったので、ここに麹を入れて混ぜたいと思います。60度になったね。55、56、はい、じゃあ麹入れます。麹みたいな、あ、全部入れる。よし、ちょうどかぼちゃの量の半量の麹入れました。混ぜますね。ちょうどいい感じ、ちょうどいい感じ。そしたらもう麹もやわくなって、かぼちゃも分解してとろけさせてくれると思います。ちょっとかぼちゃを茹でた麹がね、乾燥麹が水分を吸うのでね、ちょっとかぼちゃを茹でた茹で汁を入れます。あ、全部入れようかな。もうちょっと入れましょう。なんか、よいしょ。好みでね、いいんだけどね、硬さをね。発酵かぼちゃ、発酵あんこみたいにしていきますよ。よいしょ。はい、混ざりました。この汁はね、もしなかったらお水をね、60度ぐらいにして足りない時はね、足してもいいですね。もし硬くなりすぎたら。で、これを、炊飯ジャーで保温します。7時間ぐらい、7時間もいらないかな。5時間くらいとか7時間とか様子を見て、ね、とろっとして甘くなってきたら、甘くっていうか、とろっとしてきたら、甘い香りもしてきたら出来上がりですね。ちょっとしてみたいと思いますよ、じゃあ。炊飯ジャーはね、蓋しないでね、よいしょ、蓋をしないで、ちょっと、もうちょっと入れます。全部入れちゃう。麹が水分を吸うので、おいしょ。結構入れましたけど、途中でまた様子見ます。これぐらいの硬さ
かぼちゃが分解してやばくなるからいいかな。でこれぐらいにします。あとは布巾をかけてね、濡れ布巾でもいいんだけど、ちょっと蓋を半分くらい隙間を空けて保温にしておきます。これでね、5時間ぐらい、2、3時間おきにこうかましてね、混ぜて、で水分の状態見て、硬くなっているようだったらお水足したりして、はい、3時間、5時間、7時間見ていきたいと思います。はい、出来上がりが楽しみです。少々お待ちくださいね。はい、かぼちゃのね、発酵かぼちゃしてるんです、今日は。それでね、今炊飯ジャーにこれ半分ちょっと蓋をちょっとだけ開けてね、布をしてまだ3時間ぐらい、もっと5時間とか7時間とかかかるかと思ったんですけど、すごくちょっと温度が良かったんですね。調子がよくってとてもうまく発酵してくれました。ほら見て、ほらこんな感じ。それでもうね、時間は短いんだけどもうできたと思って、味もね甘いんですよ。自然な甘さでとっても美味しい。見てください、ほらとろりとろけている。それで容器に移したいと思います。もう今日は大成功ですね。短時間で甘く美味しくなりました。ちょっとねこんな感じ。かぼちゃもとろっとろですわ。これは美味しそう。もっとお水入れたらね、これ甘酒になるけどね、これくらいのやわさだとあんですね。かぼちゃあんだから発酵あんこみたい。発酵小豆で作った発酵あんこのかぼちゃ版みたいになりました。はい、もう甘くてねとっても美味しいんですよ。さっき舐めたんですさっき味見したんですけどね、とっても美味しくできました。大成功。そんな何時間もかからなかったね。3時間かかってない。こんなほらもう麹のつぶつぶもないでしょ。とろっと溶けてかぼちゃとともにとても美味しいんですよ。ちょっと味見したらねとても美味しかったんですよ。もう大成功ですよ。これはねお砂糖全然入ってないのでもうとってもいい感じですわ。お砂糖入ってないから。それでも甘いの食べたい時なんかあるでしょう。とろっとしておかゆさんみたいになってます。すごい甘い美味しいデザート。食べてみましょうか。すごいドロドロ、すごい美味しいデザートです。まあダイエット中でお砂糖取りたくないけど甘いもの取りたいっていう時にぴったり。小豆あんもいいけどね、小豆のあんこもいい。発酵小豆も美味しいけどね。栄養取りたい方でやったらいいね。小豆のほら鉄分とかね、そういうのを取りたい時には小豆の発酵あんこにしてね。かぼちゃのほらカロチンとかね、かぼちゃの栄養いっぱい取りたい時は、どちらも抗酸化物質だからいいけどかぼちゃでしてもいいしね。この皮のところはちょっとだけ身と違ってちょっとだけ硬いけど、でもかぼちゃもね皮もいいよね。すっごいトロトロですわ。
まあ大成功でした。昨日短時間なのに。はい、今日はね発酵かぼちゃしました。見てくださってありがとうございます。はい、モナコのもう一品クッキングでした。してみてください。